周囲。オッケー。お番でした。本日は古いアーケードコントローラー。いわゆるアケコン、ジョイスティックと呼ばれるゲームコントローラーの近代化改修をしていきます。なんで急にそんなことしようと思ったんだ？アストロシティミニ初代の価格を調べていたら意外と安かったので、購入してみたら、そのミニチュア感にガン決まりして、気がついたらアーケード筐体ミニ系ゲーム機を複数購入してしまっていました。それとアケコンの改造と何の関係があるんだ？イーグレット2ミニの初回限定版フルセットを購入したのだけど、そのセットに入っていた小型アケコンが、アストロシティミニとネオジオミニで使えなかったのが残念で、プレイステーション3用のアケコン、ホリのリアルアーケードプロ V3SA を押し入れから発掘して、コントローラーコンバータをかまして繋いでみたけど、無反応で、この際アケコンを新しいやつに買い替えようかと、思って今の相場調べたら、今知ってるメーカー製だと15,000から4万円もするのよ。だったら自分でアケコンのパーツ買って好きに作ったら良いじゃないと。アケコン何台も持っていても置き場所もないしな。何よりラップに結構愛着あったので、このままタンスの肥やしにするのももったいないしね。お前の部屋のはタンスじゃなくて押し入れだけどな。ドミンチャンネル。近代化改修にあたって、購入したものはこちら。全部で4個か？一つ目はこちら。USB 2.0 対応 USB ケーブル3メートルのやつ。端子はタイプ A オスタイプ B オスのものな。二つ目はこちら。A 門接続コネクター10セット20個入り。ハンダ付けするならいらないぜ。三つ目はこちら。ブルック。ジョイスティック用ハーネスケーブル。4ピン L3、R3 ボタン用のハーネス。これもなくても回収できるけど、あると簡単に作業できる優れものだぜ。最後、4つ目。ブルック。ユニバーサルファイティングボード、アーケードコントローラー用変換基板。メイン部品はこいつだぜ。以上、4点のパーツを使っていきます。動画概要欄にわかりやすいようにそれぞれのパーツを貼っておくぜ。Amazon で全部購入したけど、ブルック製品のコネクタケーブルと基板は、ゼロプラスショップ JP というマーケットプレイスショップで Amazon 発送のところから購入したので、他のマーケットプレイスだと、基板の一部がハンダ付けされていない場合があるらしいので注意してくださいね。ドーミンチャンネル。それでは改造元となる、ラップ、リアルアーケードプロ V3SA を見ていきましょう。SA ってなんだ？三和製のレバーとボタンを使っている型番らしいわよ。三和電子はゲームセンターのアーケードゲーム用の部品を作っているメーカーだぜ。このアケコンは USB ケーブルを本体内部に格納できるようになっています。後ろ側の蓋を開けると格納部が見えるぜ。このようにケーブルを出す穴も開いてます。表面はこちら。レバーとボタンの音はこちら。それでは裏返してみましょう。本などを下に敷くとレバーの出っ張りがあっても、ネジを外しやすくなるぜ。裏蓋を外すには、中央上下のネジを1本ずつ。間違って足のネジ回してるぞ。失礼、右端上下のネジを1本ずつ。左端の上下のネジを1本ずつ外します。指を切らないように気をつけて、端の方の鉄板から剥がします。引っかかりも特にないからすぐ剥がせるな。中央下側にある緑色のものがアケコン制御基板です。左上の茶色い基板は PS ボタンやセレクトボタン、ターボ切り替え、その他 LED ライトとかの基板です。右側にレバー、ジョイスティックの制御装置、
真ん中に各ボタン。左端にスタートボタンがついてます。まずは、レバーを外します。マイナスドライバーをレバーの真ん中に刺して、裏側のボールを掴んで固定して、マイナスドライバーとボールを逆方向にひねります。レバーのボールと間のカバーが裏側から取れました。ボールが取れたらケーブルを抜きます。爪が引っかかっているので少し注意。次に4箇所のネジを外します。4箇所外し終わったら、持ち上げて装置を外します。スティックの軸カバーが裏側へ落っこちるので拾っておこう。内側のカバーも忘れずに。レバーのパーツは、一つにしておくとなくしたりしにくくなるぞ。次に USB ケーブルの撤去に取り掛かります。ケーブルをまとめているバンドをニッパーで切っているな。ケーブル自体は切らないようにしています。今回の回収ではこのケーブルは使いませんが、制御基板の接続端子がボンドで留めてあるので、工具で少しずつケーブルを傷つけないようにボンド部分を削ります。おらら面倒になっちゃってるぜ。取れたのでもう満タイ。こびりついているボンドのカスをほじくっているな。綺麗に取れたな。続いて、ボタンのケーブルを外していきます。ボタン一つにつき、2本ずつ基板へと繋がっています。まずはケーブルをまとめているバンドをニッパーで切ります。どのボタンが制御基板のどこに繋がっているのかを一応確認しておきます。スタートボタンとその他パンチ、キックボタン対応のボタンが、1プラス8個の合計、9個分、18本繋がっているぜ。それではボタンからケーブルを引っこ抜きます。ボタン側のケーブルは垂直に引っ張ると取れます。多少は左右に引っ張っても良いが、端子が金属疲労で折れないように慎重にな。結構端子が硬いので垂直には、思いっきり力入れて抜いてます。次にコントローラー基板を外します。四つ角にそれぞれ一つずつネジがあるので外していきます。外れたな。続いて左上の PS ボタン基板のネジ止めを外します。14個あるぜ。取れました。基板側についていたボタンは落とさないようにな。道民チャンネル。だいぶスッキリしてきたな。ここではボタンの交換と掃除をするために、外し方をお知らせしています。今回の近代化改修と直接は関係ない作業だぜ。見ての通り、ボタン横の出っ張りを2つともドライバーなどで押し込んで、ボタン本体を外して、横のこの部分を押し込んで、引っ張ると、分解できます。戻し方は見ての通り方向を見て押し込みます。カチッとはまったな。本体へ戻すときはご覧の通り。
経年劣化で爪が戻らなくなっているのか。ボタンのカスタマイズもいずれしたいところだわね。次に、先ほど外したもともとついていた、アーケード基板の細工をします。何に再利用するんだ？ PS ボタン基板はそのまま使うので、アーケード基板の接続端子から外します。この端子もボンドで固めてあるな。経年劣化でそこまでガチガチではないのが救いね。一つ抜けたな。同じ要領でもう一つの端子も外します。両方取れた。左側のケーブルは今回は使用しないので、軽く結んでまとめておきます。何をしているんだ？右側のケーブルがどのボタンに対応しているのかを、PS ボタン基板上の印刷から確認しています。確認をしたので、付箋に書いて、それぞれのケーブルにセロテープで付けておきます。右から、VDD、LED1、LED2、LED3、LED4、PS ボタン、セレクトボタン、GND グランド、の並びです。少々面倒だな。メモ書きにケーブルの対応表を作る方法もあるわよ。まあ、配線間違えた方が面倒だしな。完成。針間違えてないかをチェックしてるな。大丈夫そうね。続きまして、付箋を貼ったケーブルの先っちょの端子を外します。待ち針を使って外します。端子のこの部分に待ち針を突っ込んで、返しを外します。うまく間に入ったな。この状態でケーブルを1本ずつ引っこ抜きます。待ち針も吹っ飛んだぞ。危ないのですぐ拾いましょう。同じ要領で残りの7本も頑張ります。4年後。全部抜けました。次はどうするんだ？次は、レバーケーブルの端子を流用するために、アーケード基板に刺さっているレバーケーブルを外します。レバー端子のアーケード基板側についている部分を使います。ケーブルの外し方はさっきと同じだぜ。ピントがずれちゃって見づらいのが本当に申し訳ない。取れたな。待ち針はその都度戻しましょう。踏むと痛いので。この後はどうするんだ？今外した端子に先ほどの VDD ケーブル等を差し込んでまとめます。それでは移植していきます。全部で5つケーブルを差し込みます。PS ボタンセレクト GND グランドは繋げないのぜ。まずは VDD ケーブルを入れます。カチッといったな。端子の向き間違えているときちんと入らないので注意。二つ目は白の LED1 ケーブルです。三つ目は黒の LED2 ケーブル。四つ目は黄色の LED3 ケーブル。五つ目は緑の LED4 ケーブルです。これでここでのケーブル加工は一旦終わりです。3本残ったな。残りの3本のケーブル、
PS ボタン、セレクト、GND グランド、ケーブルの加工をしていきます。まずは GND から加工していきます。GND、つまりグランドは2端子に片方配線の端子が必要なので、アーケード基板から2端子のオスメスセットを取り出します。今回は元々は四角ボタンの端子だった一番右下の端子を拝借します。それではレッツゴー。あとは引っ張るだけか。今回はアーケード基板側の押す端子カバーも忘れずに。力入れすぎると破損するから、少しずつペンチとかで引っ張るようにな。ケーブルが繋がっている端子は、今までと同じく待ち針で外します。取れたな。それでは端子を GND ケーブルにつなぐ作業に移ります。GND ケーブルはこの端子のこの向きで、左側に差し込みます。この状態になったら成功です。置いたらケーブル裏面になったから、ケーブル逆に出て見えるな。道民チャンネル。さてここで真打ち登場。ブルックユニバーサルファイティングボード。こういう基板はなるべく端の方を持ちましょう。事前に静電気対策で金属ラックとか触って、自分の体から放電しておくと良いぞ。まずは、この基板の下側の白い端子のうち、真ん中の端子を引っこ抜きます。基板から出ているピンを折らないように、少しずつ抜くんだぜ。取れたな。基板からピンが4本出ているので、右側2本に先ほど古いアーケード基板から取った、基板側についていた2ピン端子を差し込みます。肝心なところが撮影できてないぜ。すまぬ。よし、入ったな。それでは先ほど作成した GND グランドケーブルを、この端子につなぎます。あれ？入らない？ケーブルの向きが逆だな。右側にケーブル来ないと。よし刺さったな。GND ケーブルはこれで接続終了です。次は PS ボタンセレクトケーブルの加工に入っていきます。ここで、レバー、ジョイスティック用ハーネスケーブルを用意します。2種類のケーブルがあるな。右側のケーブルしか今回は使いませんので、左の本数の少ないケーブルは保管しておきましょう。この端子がついているケーブルの中の、白、赤、灰色、黒のケーブルの塊を選び、
灰色のケーブルに PS ボタンの付箋をつけます。次に、赤色のケーブルにセレクトの付箋をつけます。付箋をつけ終わったので、PS ボタンケーブルとセレクトケーブルの加工に移ります。A 門の端子を用意します。何個使うんだ？つなぎ合わせるケーブルごとに、1個ずつ必要なので、全部で4個使います。端子は全部同じ形なのぜ。ケーブル同士の端子の形違うがどうするんだ？端子部分を切り取って、この A 門の端子に変えます。まずは PS 基板の PS ボタンケーブルと、セレクトケーブルの端子から切ります。灰色と赤のケーブルです。何かこのニッパー切れ味悪くね？プラモデル用だから仕方ないよ。刃が傷むから、みんなは金属専用のものを使おう。はぁ？持ってるじゃねえか。工具入れよく見たら、あったのよね。続いてハーネスケーブルの、PS ボタンケーブルとセレクトケーブルの、端子を切り取ります。切れ味の良いこと。ケーブル加工用だからね。こいつ。次に PS ボタン基板から出ているケーブルを加工します。ケーブル持ち替えないで。流れでハーネスケーブルの先っちょまで、加工した方が良かったんじゃないか？あっちは今端子の先端切り落としただけで、もう加工終わっているのよ。マジかよ。ケーブル用ニッパーがない人はカッターや、ハサミを使って少しずつ配線切らないように、被覆剥いでね。ケーブルの被覆取れたな。いい感じね。それではこのケーブル2本を、内側に電線部分を折り曲げます。ケーブルが細いので太くして接触面稼いでるぜ。そして、A 門のコネクタ端子を装着します。ケーブルとコネクタ端子の向きは、この通りです。折り曲がった電線が下側の黒い方に来るようにして、黄色い上側の穴にまっすぐ奥まで刺して、ペンチでしっかり挟んで、圧着します。カチッといったな。赤色のセレクトケーブルも同じことをします。完成。次に、ハーネスケーブルにもコネクタ端子をつけます。灰色の PS ボタンケーブルと赤色のセレクトケーブルの2本です。こっちは加工が終わっていると言っていたが、端子に奥まで差し込んで、圧着するだけで OK よ。こちらは被覆剥がさなくてよいのか。ケーブルが太いから必要ないみたい。こっちも端子の黄色い部分の上側の穴に奥まで入れるんだぜ。ケーブルの加工が無事すべて終わりました。島民チャンネル。それではアケコン本体に、加工が終わった、ハーネスケーブルを接続していきます。まずはこちらの端子が8個ついた黒いケーブルが、白いボタンの GND グランドケーブルとなっています。白いボタンの、上側の端子に垂直に差し込んで、数珠つなぎにつないでいきます。8個つながったな。次に、白いボタンの下側の端子に、対応したハーネスケーブルをつないでいきます。オレンジ色、黄色、緑色、黒色のケーブルを選びます。下側右端の白いボタンの下端子に、オレンジ色のケーブルを差し込みます。
次に左のボタンに黄色のケーブルを差し込みます。その隣のボタンに緑色のケーブルを差し込みます。最後に黒いケーブルをその隣のボタンに差し込みます。4本全部させたな。今度は青色、赤色、灰色、紫色のケーブルを選びます。最初に上段の白いボタン列の一番右側に、青色ケーブルをつなぎます。次に赤色ケーブルをつなぎます。次に灰色ケーブルをつなぎます。最後に紫色のケーブルをつなぎます。白いボタンは全部つながったな。続いて PS ボタン基板とハーネスケーブルをつなぎます。先ほど作成した新しい基板と PS ボタン基板を用意するんだぜ。PS ボタン基板を元の位置に、ネジ止めし直します。全部で14個ネジ止めします。完成。道民チャンネル。次に、左端のスタートボタンにハーネスケーブルを取り付けます。ハーネスケーブルの赤、灰、白、黒の PS ボタンとセレクトケーブルが付いている配線を使います。黒ケーブルをスタートボタンの上側端子に差し込みます。黒ケーブルの端子は2個あるけど、どっち差しても良いぞ。次に、下側の端子に白のケーブルを差し込みます。刺さったな。上側に黒、下側に白のケーブルが、刺さっていることを確認します。次に PS ボタンケーブル同士と、セレクトケーブル同士をつなぎます。端子同士が同じ形だけど、どうするんだ？この A 門の端子は、片方を逆さまにしたら、つながる形をしています。まずは PS ボタンケーブルからだな。灰色とオレンジ色のケーブルです。お、入ったな。PS ボタンケーブルに続いて、セレクトケーブルも同じ要領で差し込みます。こっちは赤色と灰色のケーブルだぜ。つながりました。次に、新しいアーケード基板、ユニバーサルファイティングボードに PS ボタン基板を接続します。PS ボタン基板の加工した右側のケーブルを使うんだぜ。先ほどつなげた青色の GND ケーブル挿した端子の、左の白い端子に VDD などをまとめたケーブルをつなぎます。刺さったな。次に、白ボタンに挿したハーネスケーブルをユニバーサルファイティングボードにつなげます。この黒い端子を使うぜ。ユニバーサルファイティングボードの左側の上向きピンに、差し込みます。間違って逆さまに刺してる。差し込む向きに注意だぜ。全然入らないよ。それ端子逆だぞ。壊さないように気をつけてください。お前がな。正しい向きでも結構硬いな。おらー。入った。お疲れだぜ。道民チャンネル。次に、レバーの取り付けをします。接続端子のピンが右上に来るようにつけるぜ。アケコン本体とレバーの間にカバーを、1枚通してから、固定することを忘れずに。
ネジで4箇所止めます。少し締め上げる前に上下左右調整。対角線上でネジを締め上げるぜ。固定が終わったのでレバー用のハーネスケーブルをつなぎます。黒、緑、黄、オレンジ、赤の端子だぜ。端子の形でわかると思います。これで一通りの配線が終わったので、新しいアーケード基板とかが破損しないように気をつけながら、裏返してレバーのカバーとレバーボールを取り付けていきます。まず外カバーを刺して、次にレバー軸カバーを差し込みます。最後にレバーボールをねじ込みます。裏からマイナスドライバーで固定してないので軽く回して抜けなければ OK だぜ。この時点で裏からマイナスドライバーで、レバー固定してボールを回して本締めした方が良いです。裏の鉄板閉める前に動画作成主は最終確認の時に閉めているのでお好みで。次に、また裏返してアーケード基板と USB ケーブルの接続をします。3メートルのケーブルを購入したのは、ゲーム機やパソコンとつなぐ時にケーブルの取り回しがしやすいように、長めでかつ、アケコンの収納部分に入る大きさになる長さを考えました。元々の USB ケーブルの出ていた右上の穴を再利用して入れていきます。引っ張られてケーブルに負荷がかかった場合に、アーケード基板の接続端子にダメージが入りにくいように、取り回しを考えているぜ。次に、アーケード基板の USB 端子に、USB ケーブルをつなげます。これで配線は全部終わりか？はい、全部終わりました。あとはアーケード基板の固定と内部配線の取り回しか。PS ボタン基板とのケーブルは上の方に押し込みます。USB ケーブルが格納部に入るかもチェックするぜ。大丈夫そうね。それではアーケード基板の固定をしていきます。元の基板より大きいからどこにつけるんだ？鉄板と型の端子と接触してショートしない位置が理想なんだけど、そうなると、元々の基板の固定位置あたりになるのよね。元のアーケード基板固定用のネジや長1個合うので無理やりつけます。大丈夫なのか？自作パソコンで SSD 記憶装置を絶縁テープで、パソコンケースにつけて4年間使っていたことあるから、平気。おう。止まりました。よかったな。ケーブルになるべく負荷がかからないように、しながら、裏蓋の鉄板を閉めます。ネジは6箇所だぜ。道民チャンネル。完成。レバーもボタンも交換していないから、使い心地は変わらないな。交換した USB ケーブルもこの通り。ケーブルの取り回しも使い心地変わらないな。やったぜ。道民チャンネル。最後の仕上げです。今回使用したアーケード基板のファームウェア、制御ソフトを、最新のものに書き換えます。パソコンで www.brookaccessory.com で検索して、ホームページの該当ページを見つけて、ファームウェアをクリック。画面が切り替わるので、一番下のユニバーサルファイティングボードの緑色のアイコンをクリック。赤色アイコンのマニュアルもダウンロードしておくと良いわよ。ところで、ホームページ画面を出さないのはなぜなんだぜ？著作権。ぎょい。さて、マニュアルを翻訳すると、1、ブルックのウェブサイトのダウンロードボタンからアップデートファイルをダウンロードしてインストールする。2、アケコンの PS ボタンとセレクトボタンを同時押ししながらパソコンにアケコンの USB ケーブルをつなぐ。3、パソコンの画面上にスタートアイコンが表示されたら、
そのアイコンをクリックしてアップデートを始めます。4、カメレオンちゃん画面が出るので、アップデートが成功するまでアケコンのケーブル抜いたりするな。しょすぞ。そこまで書いてないだろ。5、アップデートが無事に終了したら、緑色のチェック付き画面が出るので、右下のフィニッシュボタンを押してちょうだい。以上でファームウェアのアップデートも終わりか。あとは USB ケーブルをパソコンから抜いて、つなぎたいゲーム機に、さっきから後ろに出ている説明書き通り、アケコンのボタンを押しながらゲーム機に USB つなげば使えるはずよ。ちなみにネオジオミには USB-C 変換コネクターが必要だぜ。USB-C 側がかなり細くないと刺さらないからネットとかで評判調べてね。それではしばらくアケコンの説明書を表示しておきます。×ボタン、ワンキックボタンのところの横線は、元の画像データからうまく消えなかっただけなので、気にしないでね。道民チャンネル。それでは、接続可能機種の確認をしていきます。最初に、パソコンでは無事操作できました。もともとはストリートファイター4で使う目的でラップを買ったんだぜ。何もかも、懐かしい。いよいよアストロシティミニにつなぎます。ブルックのホームページから自己翻訳した、自家製つなぎ方マニュアルを見ているぜ。アストロシティミニの場合は、四角と×ボタン、1P1K ボタンを同時押ししながら、USB ケーブルを本体に挿します。さてどうかな？やったぜ。レバー操作は問題なさそうだぜ。ボタンも反応しているわね。アーケード筐体ミニシリーズは、クレジット、コイン投入ボタンを押してから、スタートボタンを押さないと、始まらないのぜ。大体の機種はセレクトボタンがクレジットボタンです。ラップ V3SA だとスタートボタンは、右端の灰色のボタンだぜ。他のボタンより少し小さいサイズのボタンです。下手くそ。操作は問題なさそうね。うまく操作する腕がないだけだぜ。スタートボタンとセレクトボタンを同時押しすると、メニュー画面が開きます。バーチャファイターの操作も問題なさそうだな。下手くそすぎて視聴者が遅延の判断できなさそう。やってる感じだとどうなんだ？別にボタンの反応悪い感じはないわよ。体感できるほどの遅延はない感じか。あっさり負けるな。次は、ネオジオミニです。USB-C 変換ケーブルは、メイフラッシュの、マジック NS2 というコントローラー変換器付属のものだぜ。ネオジオミニのコントローラー端子は、少し奥まったところにあるので、USB-C 端子は細くないと刺さらないので注意。ネオジオミニは R2 ボタン、3K ボタンを押しながら本体の USB につなげるんだぜ。無事動きました。格闘ゲームはやっぱアケコンでやりたいぜ。
チェーンがあるのか？いや、必殺技コマンド忘れちゃっただけだよ。これはひどい。少しは技出るようになったな。しっかりコマンド入れないと、技出ない感じ。チェーンか？いやー、SNK の格ゲーはこういう感じだったような気がするわ。ちなみにネオジオミにだけボタンの並び替えできるぞ。R2 をしながら USB つなぎ終わった後に、PS ボタンと三角、または丸か、R1 か、×か、丸と R2 ボタンを同時押ししたら切り替えられます。画面の表の通りです。手書き？模写です。そしてなんとか買ったよ。ゲーセンで100円吸われ続けたの思い出すなぁ。最後に、イーグレット2ミニをつなげてみます。朗報。やっと動画終わる。イーグレット2ミニは、アストロシティミニと同じで、四角プラス×、1P1K ボタン同時押ししながら接続です。今回の動画にはないけど、メガドライブミニも、同じつなぎ方で動いたぜ。PS3 と4スイッチは未確認で、PC エンジンミニは動かなかったです。そうこう言っているうちにあっさり操作できてるな。この筐体はメニュー画面開くボタンが、アケコン側に対応するボタンがないので、本体側の白色のボタンで対応する必要があるわよ。他のボタンは全部対応しているぜ。ところで操作感はどうなんだ？私の腕だと特に遅延も感じないわね。イーグレット2ミニ本体のアップデート前だとレイフォースは、少し遅延ある感じが分かったくらいだったしな。道民チャンネル。長時間ご視聴お疲れ様でした。少しでも参考になったら、高評価お願いします。チャンネル登録は投稿頻度不安定なのでお任せします。それでは皆様、良いゲームライフを。またねー。